去年はあった。同じ会社ですか？いや違う会社だけど、それは千葉にある会社、外国の人に直接売るので、会社通さずに売りますっていう人いた。そんなことダメですよね。だってその人も最後にそれ GTR だったんだけど、お互いなんていうのこう値段の釣り上げして、アッパーでもギリギリのところまで持ってったんですよ。で他の買取店の人たちはもうそんな値段じゃ買わないとかってもうみんな入っちゃった。で1対1になって、で本当に買うのって言ったの外人に流せるの、そしたらキャンセルしていいですかみたいな話で、そういうね会社通さずに横流しする人がいるんですね。本当皆さんも気をつけてくださいね。本当会社に依頼したと思ったら、そういう話されて、結局は売れないみたいな。そいつはもう全部強気で言って、実際その金額は実は出てない、会社で。ああ、実績それぐらいの。で、ほら他の人たち帰っちゃったでしょ。もう200万ぐらいだったかな、昔だったから。で、いや出せませんっつってみんな帰っちゃったの。で、ほら GTR だからうちだけ残ったの。そうですよね。意地でね。そしたら。よそが出せんだったらうちも出せるぜ的な。あ、なるほどね。その頃は。その頃強気だった。今も行って、で結局ね、本当は全員帰らして、やっぱりその値段だと外国の人に売れなくて会社だといくらですよって言って個別に商談する予定だったんじゃないかな。なるほどね。ところがうちが残っちゃったもんだから。もともと違うんだよ。その時って180万っていう金額が出てて、で外国の人に200万で売れるから200万で買いますって言ったんで、他のね買取店さん無理とかつってで帰っちゃった。そりゃそうっすよね。気をつけてください。そういう人ほどなんかうまい話で丸めこよもうと。口だけうまいですよね。なんかそれほら大手のさ買取店でさ副店長だったよ。やばー。上の位の人だとバレにくいじゃないですか、自分でいろいろやってても。そうですね。千葉にある会社ね。まあ見当は大体つきますけど、大手で千葉にある会社でね。大体副店長の人。今もいるのかな。今もいるんじゃないですかね。のんとやってるんじゃないですか。まあちょっとこの話はもうやめましょう。やばい話だから。そう。やっぱミー君みたいでちゃんとね、5年のね免許証になってないとダメなんじゃないですか。金ピカのゴールド。ゴールド免許。だってこの間ゴールドやられてしまいました。なんか出会って5年は5年ですけど。なるほどね。5年間の免許の更新はしてるんですけど、軽便な違反をしてしまいました。あら。出会っちゃったんですか。そう、出会っちゃいました。高速で。なんか後ろにね、なんかこうチカチカしてる人がね、来ちゃったわけですか。こうビャーって来たわけですよ。ビャーって。そしたらビャーって逃げたんですか。いや逃げないよ、ちゃんと。はい、前の車、私についてついてきてください。でね、パトカーの後ろにパトカーに続けっていうのがこう出るわけですよ。経験ある。いや。でそのままほらサービスエリアね。連れてかれるわけですね。で急いでんのなんて言われちゃってね。よく聞かかる。乗ってくださいなんて言われて乗り込んだらね、ちょっとスピード出てたかなとかって言うから何キロ出てたのとかって言ったら分かりますかって聞かれるんですよね。分かりますかって聞かれて、いや結構出てたと思いますよって正直にね。そう、昔はね240キロ出てたって逮捕でその時はね240キロ出てたったらね、
いやおまわりさんもそこまでは出てないと思うんだけどとか、あ逆におまわりさんの車はね240キロ出ないですから、ああなるほどね。測れない。あだからね大きくいった方がいいよきっあ逆にね。と。120キロぐらいかなとかって言ってたね、うん。高速で。 300キロですかねとか言って。僕の車は180キロメーターしかついてないからね、何キロ出てるか分かりませんって言って振り切っちゃうやつ。ここ180キロ、ここまでで180なんだけど、はいこう大体こう下斜めそう真下に近いぐらいまでこう来る、はいもうメーターありませんでしたって。くるくる。意外に来るのね。いや、はいやったことないな。そうすると、いやー体感ではとかって言ってね、体感では240だと思いますよ。一応マックスで270までは出る予定になってますけど、ただお前さんを無事にいた時はおそらく240キロぐらいじゃないですかね。やば。その後ついてきちゃうんですよね。反省する気ない。ゼロだね。えおまわりさん怒ってなかったですか？おまわりさん測定したのって言ったら、いや測定はできなかったです、早すぎて。じゃあダメじゃないですか。違うよ、その時は常磐だったんだけど、うん。ほら常磐って俺柔原で降りる人だからうん。減速したわけですよ。うん。 80キロぐらいまでああなるほどね。減速そしたらなんか150キロぐらいでこうビャーって来てなんか割り込んできたわけ。なんだと思いますよね。なんだと思って降りる前なのパトに。カーさんだったんですよ、覆面の。あ、覆面だったんだ。そうミー君でも捕まるんだと思っそうで延々と話してて、た。はい。スピード違反はしてると思いますって言ったの。うん。まあ正直おそらく140キロオーバーですって話。ややばばくないですか？やば。そうポイント剥奪じゃないですか。免停とか。大丈夫。測定できてないって言ったから。あなるほどね。早すぎてね早すぎてスピード違反なのは明確らかなん定だけど明らかなんだけど、証拠がない何。キロ違反してるかっていうのが出ないから。確定的な。そうそう捕まりそうな時は踏み抜けっていう。中途半端が一番いけないんだよ。140キロとかさ、なるほどね。 150キロ台でなんか29キロオーバーとかさあーで捕まるのが一番最悪。なるほどね最低。ね、捕まる方が最低です。ね、そう絶対ダメだよね、そういうのね。大体ね、はい150キロぐらい出しててね、はい大体少なめに言うんだ120キロぐらいだったとか。あ自分の罪をちょっと軽くしたいみちょたいな。っと超えたかな、110キロぐらいかなとかなんかうんいや、29キロオーバーですとか大体言われるんだよ。なるほどね。大体ね。でもほら向こうも測れてないこともあるじゃないですか。うんだからねもう240キロですって言っちゃった方がフル来てましたって言われてその方が潔いですね。そう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 。一緒だから捕まるのうんどうせなるほどねはい何言ってもいいの、実は。正解はないっていうこ覆とですか面。パトカーの人とかには、例えば150キロって言っても130キロって言っても200キロって言っても、関係ないの。あそうなんだ。パトカーの中にあるこうやって速度を測定する装置の数字がすべて。全てだから、あ何言ったって通用しないから。なるほどねはい、そこだから。結局はい、これは。見てくださいって言われる。はい、何キロオーバーですかみたいな感じで。すいませんって言うしかないですね。そうそうそうはい。何キロだったんでちょっと負けてもらえないですかって無理です。わかんないです。は機械ですからみたいな。い、わかんないですよ。はい硬いもんね、あの人たちね。でもそのみーくんが捕まった時はこう速度分かんなかったわけじゃないですか。うん、罪状的には何だったんですか？必ずあるんですよ。はい罪状的にあるやつ、はいはいはね。スピード違反で測れないだけ。いはい。特に高速の。特に高速で。おお。これ必ず絶対状況を出してきます。はい、なんだろう気になるな。追い越し車線って知ってます？一番右側の車線。右側のね。うんうんあれを延々と走っちゃいけないことになってるんですよ。ああなるほどね。大体スピード出してる人って必ず追い越し車線を走るんですよ。確かに。で、あなた追い越し車線を長距離走りましたねってうん言います、うんうん。長い距離、それでことを収めようとするんですよ。なるほど。基本それです。速度違反っていうわけではないけど。そう、速度は出したのは分かるよねって、うんうんでもこのまま返すわけにはいかないよ。なるほどね。測れなかったけど。分かれなかったけど、うんね、追い越し車線をうん延々と走ってたでしょって。うーなんん。ですか走行帯違反みたいなそんな感じですよね。そうそう車線のね。そうそうそう。なるほどね。ほらよくね、都市伝説で、はい。なんか 1.5km 以上走行したら捕まるとかさ、うん。なんか距離でなんか捕まるみたいな。ありますね。
距離はね一切関係ないですから。でももうそれ言われたら、そう500メートルでも捕まえようと思えば捕まえられるし、ね、3キロでも捕まえようとすれば捕まえられる、だから距離じゃないんですよ実は。だから長距離の基準ってなんだろうって。違いますね。皆さんにお教えします、違反をしようっていう講座じゃないんで、それだけ覚えておいてください。一応こういうこともあるよってね。ありますよ。一応頭に使うか使わないかは別問題ですよ。そうですね。使うか使わないかは別問題です、ね。こういうこともできなくはないよという話をします、ね。お願いします。追い越し車線をずっと延々と走ってて、熊にパトカーに捕まりました、で、走行、ね、車線のその違反ですよみたいな感じで、ね、言われた時に、いやー、ね、走行車線に戻るタイミングがありませんでした。車いたんですよねみたいなね。そう、車いたらね入れないんですよ、で車ってさ、ある程度の車間距離ないと、そう実はね100キロ以上出してると、200メーターぐらいないと入れないです。そうですね。本当は。でも200メーターも開けて走ってる車ってないんです。ないですね。だいたいこうね、本当に30メーターとか20メーターとか、なんかそんぐらいで走ってるケースが多いんですけど、空いてる高速道路じゃないと。そうね、ここ入れるとこなかったですって。それではどうする？入ろうと努力をしてたのに、実は入れなかったんです。で逆質問するんですよ、おまわりさんに。で入れるタイミングってなんていう車種のなんていう車となんていう車の間ですかっていう。なるほどね。何キロポストのところですか？具体的に教えてもらっていいですかって。見てたんですよね。後ろで見てたんですよね。どこで入れました？教えてください。いつでも入れましたとか言ってるけど、どのタイミングですかって言えばいいんです。具体的に教えてもらっていいですかって。そしたらドラレコバッチリ取られたりしてね。ね、そういうことです。そうですね。じゃあだから走行してたっていうよりもね、追い越し車線を走っててね、走行車線に戻ろうと思ってたんだけど、努力してたんだけど、自分は危険だと思ったんで戻れませんでしたなんだよ。それで車のいないとこまで行こうと思ってちょっと踏んでたんです。自分が安全だと思ったところでね、進路変更しなくちゃいけない。自分が危険だからって言って進路変更はしないんですよ。ね、その通りです。親父の言い訳ですから。まあなんだかんだおっさんになるとね、いろいろね言い訳ができるんですよ。うまい。若い人ほどなんかなんだよお前って言うんですけど、おっさんになるとネチネチね、ネチネチリズメして理論で言っていくんですよ。一応高速道路はそういうことです。あともう一点、まだあるんだ。せっかくね、違反つながりで。そうですね。よくさ、ね、都内でさ、路駐したりとかするんじゃん、お店行くのにさ、目の前のお店に止めてさ、いや30分ぐらいだから大丈夫だろうと思ってさ、お店で買い物して戻ってきたらさ、黄色いの貼られてたりとかするんじゃん。駐車禁止。そう、ドアミラーのとこにぶら下げられたりとかして、駐車禁止の違反とかっつって、あれは違反なんです。捕まっちゃうんです。なるほどね。あれは逃れることはできないんですよ、実は。ただ駐車違反って点数も取られちゃうんだよね、基本的に。そうなんですか？そう、点数と反則金なんです。罰金じゃないです、反則金。駐車違反はね、自分が止めましたって言わなきゃいい。なるほどね。ほら、ここにこう貼り紙貼られたのがするのですよ。で、それを持って警察署に出頭してくださいっていう紙なの。なるほどね。で、紙持って出頭するじゃない。近くのその違反切ったところに警察署に持っていくわけ。じゃあ、あなたが車を止めたんですかって聞かれるわけ。で、僕じゃないですって言えばいいの。そしたらどうなるんですか？違反点数は取られない。反則金だけ。そんな裏技あったんですね。あれ自分で止めましたって言ったら、じゃあ反則点数と反則金なんです。もし誰が止めたんですかって言われたらどうするんですか？知りませんって言って。車盗まれてね。
すごい盗まれたとか言う人はない。あ、そうですか。そうそうそう。誰が止めたかわかんないけど、まあ駐車違反で取り締まられちゃったんで、反則金を納付するために手続きに来ましたって言えばいい。やば。誰が止めたとかじゃないから。はい。自分が止めたか止めてないかだから。所有者が止めたか止めてないか。でも所有者じゃなくてもいいですよね。いいの。だって車ってさ、誰でも運転できるじゃない。そうですね、免許があれば。その車の所有者だけが運転するわけじゃないし、ね。確かにね。だからそれを誰も見てないから。そうですね、止まってるから。そう乗ってないし。ね、運転してそこに止めた人ずっと見てたわけじゃないから。だから確かにね。違反としては取り締まれないの。で、あれを自分で自白しちゃうから点数取られちゃう。自白させるようなこう制度なんですよね。でもね、これはがし持ってこいみたいなね。あれ持っていかなかったらどうなるんですか。持っていかないとはがき来ちゃいますよ。はがきは来るわ、電話は来るわ。どれぐらいではがき来るんですか。1、2ヶ月できますね。私貼られたことあるんですよね。まあそういう時もあるよね。どれぐらい。花ちゃんも何駐車違反しちゃった感じ。トゥクバで。トゥクバで。トゥクバは危険だよ。トゥクバは。トゥクバは都会だから。パトカーぐるぐるしてますから。パトカーぐるぐるしてるから。はい。そう。ダメだよね。行ったら貼られてて。免許取り消しになっちゃいますよ。そうだよ。だってメロンパンの車も走ってたからね。MIU の車もね。知ってる？知らないです。学園の街なんか暴走行為してたじゃん。MIU。ああ、なんか有名な。そうそう。ほら撮影してたから。やば。困りますよね。メロンパンとか暴走して。なんかね、だいぶチェイサーから離れた話になっちゃいましたけど。今違反の話ね。違反の話ね。今2件ほどねためになる話したと思うんですよ。スーパーためなんですもん。それをねちゃんとそれ頭に入れてどうするか個人の判断ですから。これは世の中から駐車違反のあれがなくなっちゃいますね。どうしよう。はがき来たらどうしよう。はがき来たらどうしよう。はがき持って私じゃないですって言えばいいんですか。私じゃないけど、まあ違反だったら反則金を納めますよ。ああ、わかりました。どうしたらいいですかみたいな。じゃあこれ紙私の通帳渡すんで、それで納めてくれればそれで終わりですって言われて終わりです。この動画はですね、警察関係者の方も見てますから。やだ。バリバリ見てますから。3人 GTR 乗ってるおまわりさんもいますので。あ、そうなんですか？近所に、その辺の。あそこにね。はい。たまにここに来る時あるんで。すいません。なんかすいません。そんなこと言っちゃダメですよとかって言われて、後でね、お叱りを見回り来た時に言われちゃうと思うんで、もうこんな話は二度としませんので、すいません、今回だけで勘弁してください。今日は尺のためだけに喋ってます。そうそう、今日は尺を取らなくちゃいけないんで、どうしたら尺を取れるかっていうことで、脱線しまくってますから。試されてますね。そうそうそう。